突然ですが、テナガエビをご存知ですか？東京や大阪といった都会でも釣れる美味しい食材として、ベテラン釣り師はもちろん、手軽に釣ることができるため、ファミリー層からも人気のターゲットです。梅雨が訪れると、身近な河川で多くの釣り人がテナガエビ釣りを楽しむ姿が見られます。テナガエビ釣りは、その特有の引きに魅了される人も多く、子供から大人まで夢中になってしまいます。今回は、魚とは一味違った都市近郊のフィールドで狙える意外な人気ターゲット、テナガエビ釣りについてご紹介していきます。今回の結論です。ザリガニ釣りとは全く異なる。今回の目次です。テナガエビの分類分布、テナガエビの形態、テナガエビの生態、テナガエビの文化歴史、テナガエビの釣り方。最後に特典パートとしてテナガエビの美味しい食べ方を紹介します。テナガエビの分類分布。分類、エビ目テナガエビ科テナガエビ属。別名、カワエビ、ダンマ、タナガー。北海道を除く全国、朝鮮半島、中国、台湾の淡水や汽水域に分布しています。分類学的には、ザリガニなどとは一線を画すテナガエビ科テナガエビ属の淡水エビです。近種のヒラテテナガエビ、ヤマトテナガエビは千葉県より南から台湾まで分布しています。南テナガエビも同様に千葉県より南に生息していますが、特に九州や南西諸島などで多く見られます。このほか南西諸島にはヒラアシテナガエビ、熱帯テナガエビ、コンジンテナガエビなどの種類が分布しています。テナガエビの形態。名前の通り、胸脚と呼ばれる腕が非常に長いのが特徴で、成体のオスで体長の 1.5 倍もの長さがあります。ただし、メスや若い個体はそれほど長くはなく、体長の半分程度です。また、ザリガニやカニでは第一胸脚が大きくなっているのに対して、テナガエビの場合は、第二胸脚が長く、第一胸脚は第二胸脚の内側にごく小さなものがついているのが最大の相違点です。歩行は後ろ側にある三対の歩脚で行い、胸脚は餌を掴んだり、他の個体と争ったりするときに使用します。体色は透き通った緑褐色から灰褐色で、若い個体には胸黄に3本の黒い縞模様があります。スジエビ類ともよく似ていますが、スジエビの模様は逆ハの字になっていることから区別できます。殻はザリガニほど硬くはなく、体長は 10cm から 12cm ほどで、寿命は環境によって異なりますが、1年から3年とされています。ヒラテテナガエビは胸脚が太くて平たくなっているのが大きな特徴で、体型もずんぐりとしています。体色は茶褐色で、テナガエビのような胸部横の縦縞模様はありません。南テナガエビは歩脚の爪が短く、流れのある場所でも歩きやすい形状になっています。胸部横の縦縞模様はテナガエビよりもはっきりしています。テナガエビの生態。平野部の流れの緩やかな河川、浅い湖沼、池、汽水域に生息しています。テナガエビは夜行性が強く、昼間は水草や捨て石、消波ブロック帯など、ブッシュなどの暗がりの影に潜んでいますが、曇りの日は昼でも活動することがあります。このため、釣りに適しているのは、曇天時や朝夕のまずめ時になります。縄張り意識が強く、隠れ場所をめぐって他の個体と争うことも多いです。食性は主に小魚や水生昆虫、動物の死骸などの動物性の餌を好みますが、藻類など植物性の餌も食べる雑食性です。餌を発見すると、長い第二胸脚でつまんで口に運び入れ、さらに第一胸脚も使って器用に捕食します。ちなみにテナガエビは足を欠損すると脱皮によって再生することができます。餌が少ないと共食いもすることもあります。産卵期は
5月下旬から9月にかけてで、特に7月が最盛期です。5月頃になって水温が上昇してくると、浅場へやってきて脱皮をした後に交尾をします。直径 0.5mm から 1mm の卵を1000個から2000個ほど産卵し、メスは腹脚に抱えて孵化するまで保護します。テナガエビ類はほとんどが両側回遊型で、孵化すると幼生は海、または少なくとも汽水域まで川を下ります。幼生期は植物プランクトンなどを食べて浮遊生活をし、約1ヶ月で体長 5mm ほどの稚エビとなった後、川を遡り淡水域で定性生活に入ります。数回の脱皮の後、成体になります。ただしテナガエビは河川とつながっていない陸封された湖沼にも生息・繁殖しており、その適応能力の高さがうかがえます。ヒラテテナガエビはテナガエビよりもさらに河川の上流域まで生息し、よりきれいな水を好む傾向があります。ミナミテナガエビも同様ですが、いずれも幼生期の成長のためには海水か汽水域にいる必要があるため、テナガエビのように陸風の環境では繁殖することはできません。テナガエビの文化・歴史。清流で名高い四万十川流域では、筒や小枝などを束ねた芝を使った伝統的なテナガエビ漁が今でも残っています。その他にも茨城県霞ヶ浦ではテナガエビの佃煮が売られているなど、重要な水産資源というほどではありませんが、古くから水辺に暮らす人々の食料として食卓を賑わしていました。東南アジアでは本種とよく似た大型のテナガエビを釣らせる釣り堀が人気です。釣ったその場でバーベキューで食べることもできるため、家族連れや観光客などで常に賑わっています。テナガエビの釣り方。テナガエビは身近なフィールドで釣れて食味もいいことから、近年の隠れた人気ターゲットになっています。釣り方としては、延べ竿を使った浮き釣りで狙うのが一般的です。夜行性なので、晴天時よりも曇天の日、または朝夕のまずめ時によく釣れます。テナガエビの代表的な釣り方を2つ紹介します。浮き釣り。通常の釣り場では、玉浮きを使ったシンプルな浮き釣りで狙います。テナガエビは物陰に潜んでいるため、ポイントとしては水草や杭、捨て石などの周囲、崩れた護岸などが狙い目となります。この釣りでは仕掛けを確実に着底させることが大切です。テナガエビは餌を発見すると橋脚で掴んで自分の巣に持ち帰ってから捕食する習性があります。その動きが浮きに当たりとなって現れるのですが、最初の前あたりで合わせを入れずに、確実に合わせてからゆっくりと竿先を持ち上げるように合わせるのが正解です。なお、潮の干満の影響を受ける潮入川では、潮位によって釣れるポイントがどんどん変化してくるので、タイドグラフなどで状況をチェックしておきましょう。浮き釣り仕掛けのポイント。竿は穂先の柔らかい小物竿を使用します。通常の釣り場では玉浮きを使ったシンプルな浮き釣りで狙います。テナガエビは皆底の餌を探しているので、仕掛けがゆっくりと沈んで重りが確実に着底するように浮きの浮力を調整しましょう。針はエビの小さな口に合わせて極小タイプを使用します。また、主に障害物周りを攻めるため、針巣はできるだけ短め、5cm 程度を目安に設定して根がかりを防ぎます。餌は短くカットしたキジ、ミミズ、アカムシ、サシなどのほか、刻んだレバーなども使えます。天秤仕掛け。テナガエビは障害物周りに潜んでいるため、どうしても仕掛けが根がかりしやすくなります。そこで考案されたのが天秤仕掛けです。天秤は重り兼用になっており、針をセットするためのアームが両側に出ているのが特徴です。このアームが支えになって、エビが餌を巣穴に持ち込めない仕組みになっています。天秤仕掛けのポイント。天秤は市販品もありますが、自作も簡単です。
針をセットするときは、針巣を天秤の腕よりも短めにして、糸絡みを防ぐのがコツです。浮きの浮力調整は、天秤の足が水底に立った状態にするのが理想です。これで捨て石周りをダイレクトに攻めても根がかりしにくくなります。当たりがあったらじっくりと合わせてから竿を立てましょう。それでは得点パートです。手長エビの美味しい食べ方を紹介します。手長エビの味は癖がなくて美味しいです。小型のものは丸ごと唐揚げにするのが簡単です。ある程度の大きさがあるものは塩を振って鬼柄焼きにするのも香ばしいです。その他、塩茹で、パスタ、チリソース炒めなどでも美味しく食べられます。そして子供のいるご家庭ならぜひ試してみたいのがエビせんです。手長エビの甘みと軽く塩味の効いた生地との相性が抜群で、子供たちに喜ばれる人気メニューです。なお、手長エビは生息環境によっては寄生虫の恐れがあるので、生食は避けてよく加熱することが大切です。手長エビの料理例を紹介します。鬼柄焼き。ある程度大きなものは殻ごと塩を振って焼くのが簡単で美味しいです。パリパリに香ばしく焼けたものは頭や殻もそのままいただけます。網に乗せて炭火で焼くのがベストですが、なければガス台のグリルでも大丈夫です。姿揚げ。手長エビ料理の一番の定番といえば、やはり唐揚げです。軽く洗って水気を拭き取ってから中温程度の油でからりと揚げます。パラパラと塩を振り、レモンやすだちなどを絞って揚げたて熱々のところをいただきましょう。エビせん。片栗粉、だしの素、塩を混ぜて生地を作り、エビは縦に2つに割っておきます。フライパンに丸く生地を流し、エビを乗せたら、木の蓋や小さなフライパンなどで上から強く押さえつけるのがポイントです。さらに両面を香ばしく焼き上げれば完成です。揚げせんべい。噛むほどにエビの旨味が感じられる子供のカルシウム補給にも大人のつまみにも最適な一品です。小麦粉と片栗粉を1対1で混ぜ、ベーキングパウダー、塩コショウ、刻んだ手長エビを入れて耳たぶの硬さにこね、棒状に切って揚げます。手長エビをさらに美味しくいただくコツ。釣った手長エビはブクバケツなどで生かしたまま持ち帰り、2日から3日水を交換しながらバケツなどで生かして泥を吐かせると美味しく食べられます。ただし水のきれいな河川で釣れたエビなら泥抜きは無用です。むしろ鮮度のいいうちに食べた方が美味しく味わえます。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。